で、そうすると本来 QR コードが出てこないといけないんですが、こうか。QR コードで保存ボタンを押すと、このアクションが発火して QR コード生成されて、生成された QR コードの編集ページに移動するっていう動きになるんですね。にもかかわらずですね、認証エラーでストアのドメインを入力してくださいっていう画面に遷移してしまっています。これはフォームタグにハンドルセーブで、保存ボタンを押すとアクションにとかサブミットが発火してアクションに行くっていう動きを管理しているんですけれども、フォームタグ自体にオンサブミットを書いてしまうと、このサブミット関数とは別に、このフォームタグ自体がサブミットを発火させるんですね。で、このユーズフォーム、ユーズサブミットっていうカスタムフックを使ってサブミットすれば、認証されたリクエストがアクションに届くんですけども、フォームタグからの直接の、リクエストだと認証されてないリクエストが飛ぶんで、認証されているリクエストと認証されてないリクエストが同時に走るんですよ。でそしたら、まず認証されてない方が優先されて、データが間違ってリクエストがおかしいんで認証してくださいねっていう画面に飛んでしまいます。で、それを防ぐためには、オンサブミットされたタイミングでですね、オンサブミット、ここですね。フォームのサブミットをキャンセルしてあげないといけないんですね。これで、フォームタグそのもので、サブミットさせるっていう機能がキャンセルされるので、リクエストされるのは認証されるリクエストのみ走るので、こんな感じで正しく QR コードが表示されます。で、一覧ページに戻るとですね、こんな感じでちゃんと、データは生成されていて、プリズマのスタジオに移動しても、ちゃんとデータが登録されているってことがわかります。で、パブリッシュ QR コーズ。公開ページが何かうまく開いてないですね。QR コーズ。ドラ ID スキャン。スキャンがいらない気がする。えーっと、これでスキャンされているので、いいですね。カウントアップはきちんとされています。いいのかな。何かおかしいな。あページが1個飛んでましたね。QR コード ID、QR コードの表示画面が作れてなかったので、QR コードダラ ID には QR コードの表示画面を作らないといけなかったですね。で、スキャンのところを貼り直して、これで OK かな。うん、いいですね。今のスキャンのカウントは2で、
これをスマホで読み込んでみましょう。そうすると、スキャンがカウントアップされて完成ですと。チュートリアルのコードは結構管理されてなくて、間違ってるところもちょいちょいあります。チュートリアルのコードの問題点に関してはですね、View GitHub、これチュートリアルの、GitHub のコードなんですけど、ここのイシューでいろいろと議論されたりしてますね。まあ、自分もこの辺でちょっとイシューを上げたりしてるんですけど、あんまりイシューを上げてもなんか直してくれない感じがあるんで、そのあたりは自分で調査確認しないといけないですと。はい。以上で Shopify アプリ開発のチュートリアルが終わりです。リアクトルーターバージョン7はリミックスの後継のバージョンで、ダイナミックルーティングなど結構癖のある部分も多いかなと思います。Shopify は、アップブリッジ、ポラリス、セッションや、アドミン API の使い方など、いろんな制約があります。なので、チュートリアルを通して今回説明しなかったところも自分なりに復習して、どうやって動いているんだろうっていうのを分析してもらえると、いろんな応用に使えるんじゃないかなと思います。もし何かわからないこととか、こんな質問したいなっていうのがあればコメント欄に書いていただけると幸いです。最後にですね、チャンネル登録されてない方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。